皆さん、こんにちは。今日は JLPTN5 の長い聞く練習です。日本での1週間をゆっくり聞いていきます。話は朝の部屋から始まります。新しい町で毎日少しずつ生活に慣れていきます。全部の言葉がすぐにわからなくても大丈夫です。まず、時間、場所、人の気持ちを聞いてください。今日は月曜日です。窓の外は明るくて、少し冷たい風が入ってきます。新しい一日が始まります。それでは、日本での1週間の話を始めましょう。ゆっくり、でも止まらずに聞いていきます。6時半に目が覚めました。まだ少し眠いですが、今日は初めて学校へ行く日です。小さい台所で水を飲みました。それから、冷蔵庫の中からパンと牛乳を出しました。部屋は広くありません。でも、机と椅子と小さい本棚があります。勉強するには十分です。カバンの中に教科書とノートを入れました。財布と鍵も忘れないように確認しました。ゴミの日は今日ですか？玄関の近くに紙が貼ってあるので、出る前にもう一度見ました。アパートの外に出ると、隣の人に会いました。小さい声で、おはようございますと言いました。隣の人は笑って、今日は寒いですねと言いました。私は、はい、少し寒いですと答えました。道を歩きながら、駅までの道を思い出しました。昨日地図を見たので、多分大丈夫です。道の右に小さい公園があります。左には古い花屋があります。朝なので、まだ人は少ないです。公園の前で、白い犬を見ました。犬はゆっくり歩いていて、近くのおじいさんも笑っていました。駅の前には自転車がたくさんあります。人は急いでいますが、梅雨の朝は静かに感じます。学校まで電車で行きます。切符を買う場所はどこですか？少し不安になりました。駅の中には漢字がたくさんあります。でも色と数字を見れば少しわかります。私は小さい画面を見て、行きたい駅の名前を探しました。時間はまだあります。月曜日の朝は少し緊張します。でも一つずつできることを増やしていけば大丈夫です。ホームで電車を待ちました。近くの時計を見ると、まだ8時前でした。人は少しずつ増えていきました。電車が来る前にアナウンスが聞こえました。早くて全部はわかりませんが、駅の名前は聞こえました。電車の中では、ドアの近くに立ちました。カバンを前に持って、周りの人に気をつけました。次の駅で降りますか？スマートフォンの地図を見ながら、何度も駅の名前を確認しました。駅を出ると、学校まで歩きました。大きい道をまっすぐ行って、二つ目の角を右に曲がります。学校の建物は白くて新しいです。入り口の前に先生がいて、学生に挨拶をしています。受付で名前を言いました。先生はゆっくり話してくれたので、安心しました。教室は3階ですか？先生に聞くと、階段の近くまで案内してくれました。教室に入ると、もう3人の学生がいました。私は前の席に座って、ノートを出しました。授業の初めに、先生は名前と国を聞きました。みんな少し緊張していましたが、笑顔もありました。私は短く自己紹介をしました。日本語はまだ上手ではありませんが、毎日勉強したいですと言いました。隣の学生はとても優しい人でした。休み時間に近くの安い食堂を教えてくれました。
昼ご飯はどこで食べますか？私はその学生と一緒に学校の近くを歩くことにしました。初めての日はわからないことが多いです。でも聞けば誰かが助けてくれることもあります。月曜日は長く感じました。それでも家に帰る道では少し自信が出てきました。火曜日の朝は昨日より早く起きました。少し慣れたので駅までの道も前より近く感じました。駅の売店で水を買いました。店の人は、袋はいりますかと聞きました。私は、いりませんと言いました。日本の店では短い質問をよく聞きます。袋、カード、レシートなどの言葉に慣れると便利です。学校では、ひらがなとカタカナの復習をしました。簡単そうですが、長く書くと少し疲れます。先生は、毎日いつに起きますかと聞きました。私は、だいたい6時半ですと答えました。昼休みに、近くの食堂へ行きました。入り口の前にメニューの写真があって、とてもわかりやすかったです。私はカレーを注文しました。店の人は、水はあちらですと言って、右のテーブルを指しました。食堂のカレーは薄くて美味しかったです。少し辛かったですが、ご飯が多くて元気になりました。食事の場面では、ください、お願いします、いくらですかをよく使います。短い言い方でも十分です。火曜日の帰り道、私は新しいスーパーを見つけました。明日はそこで買い物をしてみたいです。入り口でカゴを取りました。野菜と卵と牛乳を買うつもりです。値段を見ながら、ゆっくり歩きました。トマトは赤くて綺麗でした。少し高かったので、今日は2つだけ買うことにしました。卵の売り場で、10個入りの箱を見つけました。朝ご飯に使えるので、とても便利です。レジの前で少し並びました。前の人がカードで払っていたので、私は現金を用意しました。店の人は、ポイントカードはありますかと聞きました。私はまだ持っていないので、ありませんと言いました。買い物の後、袋が少し重くなりました。でも家で料理できると思うと嬉しくなりました。家に帰って、野菜を冷蔵庫に入れました。卵は割れないように、上の棚に置きました。夜は簡単なご飯を作りました。ご飯と卵と味噌汁だけですが、自分で作ると美味しく感じます。水曜日は、買い物の日本語をたくさん聞きました。短い質問に慣れることが大切だと思いました。明日は学校で小さいテストがあります。少し心配ですが、今日は早く寝ることにしました。朝、昨日買ったパンを食べました。温かいお茶を飲むと、少し落ち着きました。学校のテストは、聞く問題から始まりました。先生の声をよく聞いて、番号を書きました。全部はわかりませんでした。でも時間と場所の言葉は、前よりよく聞こえました。休み時間に、先生が大丈夫ですかと聞きました。私は少し難しいですが、面白いですと答えました。午後の授業では、友達と会話の練習をしました。買い物と道案内の文を何度も読みました。友達は、駅はどこですかと聞きました。私は、まっすぐ行って、右に曲がってくださいと言いました。簡単な文でも、声に出すと緊張します。でも何回も言うと、口が少し動きやすくなります。帰りに、先生は宿題を出しました。ノートに5つの文を書いて、明日持ってきます。家に着いてから、すぐに宿題を始めました。疲れていましたが、
忘れないうちに書きたかったです。木曜日の夜、少し雨が降りました。窓の音を聞きながら、明日の予定を考えました。金曜日は、学校が早く終わりました。友達と駅の近くを少し歩くことにしました。小さい本屋に入りました。日本語の本はまだ難しいですが、写真の多い本なら楽しく見られます。友達は料理の本を見ていました。私は地図の本を見て、週末に行ける場所を探しました。本屋の後で喫茶店に入りました。私は冷たい水と小さいケーキを注文しました。店の中は静かで、勉強している人もいました。私たちは小さい声で話しました。友達は、日本の生活はどうですかと聞きました。私は、まだ大変ですが、毎日少し楽しいですと言いました。帰る前に、明日の予定を決めました。土曜日は近くの大きい公園へ行くことになりました。夜、家で洗濯をしました。服を干してから、明日持っていく水とタオルを用意しました。金曜日の夜は、少し自由な気持ちでした。明日は休みなので、早く寝なくても大丈夫です。1週間の終わりが近づいています。初めての日より、日本語の音が少し近く感じます。土曜日の朝、空はよく晴れていました。私は少し遅く起きて、ゆっくり朝ご飯を食べました。公園の入り口で友達と会いました。人が多くて、子供の声があちこちから聞こえました。池の近くを歩きました。水の上に鳥がいて、時々小さい魚も見えました。ベンチに座って持ってきたお茶を飲みました。風が気持ちよくてしばらく話しませんでした。昼になるとお腹が空きました。公園の近くの店でおにぎりと水を買いました。友達は辛い味のおにぎりを選びました。私はまだ辛いものが苦手なので酒を選びました。午後、少し雲が出てきました。雨が降るかもしれないので、早めに帰ることにしました。帰る前に公園の写真を1枚撮りました。日本で初めての週末を後で思い出したいです。夜は足が少し疲れていました。でも外でたくさん日本語を見て、いい練習になりました。土曜日は学校とは違う日本語の日でした。公園、道の中にも聞く練習があります。日曜日は朝から部屋を掃除しました。机の上の紙をまとめて、本を棚に戻しました。洗濯物を畳みながら1週間を思い出しました。初めの日は不安でしたが、今は少し楽です。午後は近くの図書館へ行きました。静かな場所で宿題と復習をしたかったからです。図書館では話している人がほとんどいませんでした。ページをめくる音だけが小さく聞こえました。私はノートを開いて、今週聞いた言葉を書きました。駅、学校、点、時間、道などです。難しい文を全部覚える必要はありません。よく使う短い言葉を何度も聞くことが大事です。夕方、スーパーで少しだけ買い物をしました。明日の朝のパンと夜の牛乳を買いました。レジで店の人の言葉が前より聞きやすく感じました。毎日聞くと耳が少し慣れます。夜、来週の予定をカレンダーに書きました。学校、買い物、洗濯、図書館の時間を決めました。日曜日の夜は静かに終わりました。新しい1週間も少しずつ日本語を聞いていきます。ここまで1週間の生活を聞きました。
朝の部屋、駅、学校、店、公園、図書館が出てきました。1回目は全部分からなくても大丈夫です。誰が、どこで、何をしたかを聞ければ十分です。2回目は、時間の言葉に注意してください。6時半、8時前、昼休み、夕方、夜などです。3回目は、場所の言葉を聞いてください。部屋、駅、学校、スーパー、公園、図書館です。日本語の聞く力は、1日で急に強くなりません。でも毎日聞くと、少しずつ音が近くなります。今日の長い練習はここまでです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次の練習で会いましょう。日本での生活の音をゆっくり楽しく聞いていきましょう。これで練習の103番目の文です。短い言葉を何度も聞いて少しずつ慣れていきましょう。これで練習の104番目の文です。短い言葉を何度も聞いて少しずつ慣れていきましょう。これで練習の105番目の文です。短い言葉を何度も聞いて少しずつ慣れていきましょう。